こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はピラミッドを65層まで積み上げ、ようやく雲に手が届きました。ここまで来たら、次に目指すところは雲の上に立つことで、ガンガン進めていきます。また建築材集めが始まるのね。ちなみにゲーム開始直後はモブが湧きやすいようで、イカスミ集めに適しています。さて、まずは羊毛集めの準備でサボテンを精錬してしまいます。前回までに黄色ブロックまでは積んだので、今後直近で必要な染料は黄緑色と緑色。やっとサボテンの出番というわけなんです。すでに集めてたのに、なんで前もって精錬しておかなかったの？もうどれから手をつけていいのか、わからない状態だったんです。さて準備は完了。田舎暮らしの羊毛集めは時間がかかるので、テキパキ行動するのが肝心です。で、さすがに前に引っかかったばかりなので気づくのが早かったです。そのざまでも学習効果は出てたのね。をすり抜けた。というわけで到着しました。まあ今回は3回目の田舎暮らしなので、もう勝手がわかっています。まず手始めに、拠点が手狭になってきたので拡張工事を。今回の拡張は聖地から手掛けたわね。おかげで10秒近く要してしまいました。そして次に羊の染め直しですが、今回は染料の節約を考え、32頭ずつ染め上げます。もう日が暮れてきたようよ。慌ただしいです。結局染め切る前に夜になってしまいました。アイテム整理して野戦の準備です。でもその前に月は、新月ですよね。今回の田舎暮らしでは、満月しか野戦をしないつもりなんです。そういえば前にそんなこと言っていたわね。さて、羊染め作業を再開しますが、どうも白い羊が仲間になりたがっているようです。どこから何を見てそう思えたのよ。まあそれはともかく、この牧場にはまだ羊が63頭しかいない、という疑惑があるので、辻褄合わせにちょうど良かったです。そして緑の染料も使い切り、これで32頭ずつ計64頭を染め上げたつもりなのですが、ここに、まだ羊毛が生え変わってない羊が1頭。これはどういうことなのでしょうか。単に疑惑が誤りだったってことでしょ。どうもこれは、牧場の管理体制の不手際が指摘される事態に発展しそうです。直ちに管理者をクビにするべきね。まあ10秒ほど悩みましたが、生え変わるまで放置の方向で、羊毛狩りを始めます。そして羊毛が生え変わる間に畑仕事を。昼間は羊毛か畑しかやることがないものね。でもまだ畑の枚数が少なくて、生え変わるまでの時間が余ってしまうんです。で、その待ち時間を活用しようと、この先10層分集める建築材のうち、クエスチョンの一つを作業台にしようと思い立ちました。ちょっと遠目に森が見えるわね。そしてインベントリーいっぱいに原木集めてみたのですが、これやっぱり距離があるせいで移動時間がかかってしまい、どうも待ち時間がうまく活用できてない感じです。ややこしいわね。この田舎暮らしでは最も時間を要する羊毛集めに軸を置くべきで、牧場から離れるのは避けた方がいいんです。なので待ち時間は、かぼちゃやスイカ集めとか、新たな畑を張る作業にやっぱり専念します。そしてあくる日、羊毛狩りに勤しんでいると、やっぱり黄色の生き残りだったのね。なんだか私のミスの責任を押し付けるような感じですが、誰かに責任を取らせなければなりません。そのうち天罰が下りそうね。さてまた夜を迎え、満月まではあと2日です。そしてさらにあくる日の夜、月が丸くなってきました。一見して満月ね。一瞬騙されかけましたが、マイクラの満月は四角です。さて、
今宵こそ満月のはず。やや畑と羊毛狩りに飽きかけてきたので、野戦が待ち遠しくなってきています。それはいいのだけど。ちなみにこの時点では、月の満ち欠けを確認するために夜寝るのがやや遅れたことを意識しておらず、つまりは全く警戒していませんでした。それは良かったわね。脱走されました。それより何頭かやられたわね。まずいです。また管理体制の責任を問われてしまいます。もう責任取らされ肉と羊毛になった羊がいるわよ。動けない。左下の羊に防がれているんです。組織化して反乱を起こされているわね。まずいです。ここで手間取るとさらなる脱走があってもう逃げてるし。ちなみに後で確認したら、修復に手間取っていたうちに少なくとも4頭に脱走されていました。案外多かったのね。今宵は満月なので夜を飛ばすわけにはいきません。夜までに連れ戻さないと、焦ります。で、脱走羊を連れ戻そうとしたら、白い羊も餌に釣られてきてしまいました。もはや羊の数を管理するのは絶望的です。まあもう好きに増やせばいいじゃないの。それやると専用の数の計算がややこしくなるのですが、もう諦めるしかなさそうです。そして案の定、脱走羊を全部連れ戻す前に日が暮れてきました。野戦の準備をしてきます。で、満月に倒せたスライムを、自然にスポーンしたスライム限定で勘定してみたのですが、これで4匹目。そして5匹目。6匹。7匹。8匹。9匹。で、エンダーマンの横で跳ねているスライムが最後で、自然に湧いたスライムを倒せたのは10匹でした。今向こうにでかいのがいたわよ。そちらのでかいのは、エンダーマンと戯れているうちに消えてしまいました。さてそれから、ゲーム内で2日過ぎたところです。もう、羊を量産することに決めました。羊毛生え変わるまで待ってられません。まあ管理諦めたものね。そしてさらにゲーム内で2日後、ようやく羊毛は必要な数を超えました。さて、ピラミッド拠点に戻ったのは2時間ぶりです。野戦を控えた割には長かったわね。これでも前に黄色と橙色の羊毛を集めた時より40分も早いんです。さてアイテム整理を終わらせたところで、ぼちぼちこの先重曹の建築材のうち、残り4つを決めないとならないのですが、もし作業台を建築材に選んだ場合、原木12スタックほどが必要となります。半分以上はすでに集まっているわね。もしソウルサンドを積むのならまだ10スタック以上足りないです。しからばと地図を見に来たのですが、寒い気候では氷が回収できるし、一応雪も取れます。ただ樹氷表現があるのはこの遠い方で、あとメサで赤サガンなどを、キノコ島では巨大キノコが回収できる、という感じです。移動距離を考えると、同時に複数回収したいところね。で、決めました。今回はせっかくなので樹氷表現まで足を伸ばします。まあ相変わらず地図ひらひらの法則はまだ解明できていません。さてでは出発。ネザーワープでメサを経由することも考えたのですが、ゲーム再起動するまで地図が異常をきたすので、行きがけは使わないことにしました。そして第一目的地の、近場の方の寒い気候に到着です。海に接しているおかげで氷が多そうで、ここで12スタックほど氷を集めてしまいます。さて、氷はシルクタッチのツルハシで回収することになりますが、これ川の方が浅くて楽じゃないかしら。どうなのでしょうか。海の方が連なってる氷が広いんですよね。で、10分ほど経過したところです。
時々氷の下に潜り込んでしまうことがあるものの、泳ぎながらのツルハシにだいぶ慣れてきた感じです。まずまずかしらね。そして、あと少し集めたら回収完了というところで、陸地付近で集めた方が早いとやっと気づきました。割と時間を変えて状態です。そりゃそうよ。さて、次は第2目的地の樹氷氷原を目指します。メサとキノコ島がある地図を北上し、その上にある地図もさらに北上して、そして拠点を出発してから1時間、ようやく樹氷氷原にたどり着いたところで力尽きました。今回はここまでです。まあ距離はあったものね。ちなみに今回、せめてここにたどり着くまではと、いつもよりやや長めにプレイしています。なお樹氷集めを先にしたのは、なんとなく樹氷に登りたかったからです。そういえば登ったことないものね。で、次回はこの樹氷と雪ブロックをそれぞれ回収し、帰りはメサからネザー経由で戻るつもりです。多少時間が余れば木材集めでも。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。